袋出されますか？ごめんなさい、今日袋忘れちゃって。でもスカーフならあるんですけど。はい、ということで皆さん、コンビニで袋もらってないですか？ダメですよ、コンビニで袋もらってしまったら。ビニール袋がね、環境に悪いので、マイバッグを持ち歩きましょうって言っても忘れる時ありますよね。私も忘れるんです、たまに。本当に仕方ない時だけビニール袋をもらってしまうんですが、私、ついにいいアイデアを思いついてしまいました。皆さん、袋がない時、このスカーフが使えるんです。まさかの。耐久性はそんなにないんですけど、このスカーフでエコバッグを作っていきたいと思います。Alright guys, without any further ado, let's get started! はい、ということで作っていきたいと思います。まず最初は、バルーン結びってやつなんですけど、はい、ということで、この四角いね、でっかいスカーフがあるんですけど、これを広げてもらって、この角を結んでいきます。で、糸結びかな？糸結びします。で、全部4つの角すべて肩結びしていきます。はい、角を結べました。そしたら、こことここ、どっちでもいいんですけど、こことここを結びます。2回。で、これで持ち手の完成です。こっち側も結びます。パン、豆腐、ハム、チーズ。これ後でサンドイッチを作るメンバーたちです。はい。順番逆やった。ほらー、できたー。バッグの出来上がりです。ほら、こういう感じ。はい。これバルーン結びでした。OK。はい、次はショルダーバッグを作っていきたいと思います。まず、これ違うスカーフです。これはラッシュで買いました。このね、動画のアイデアも実はラッシュからなんですけど。そうで、ラッシュはその、プレゼントとかに包む、その紙を削減するために、この日本の風呂敷からインスパイアされて、このノットラップっていう、この布でラッピングをするっていうものをやっていたので、そう、今日はこれすごい環境にいいし、私もちょっと目から鱗って感じだったので、紹介したいなと思ってこの動画作ってます。はい、ということで、この商品たちを中に入れます。とかいっぱいあっても大丈夫だけど、一応こんなもんで、はい、入れます。そしたら、角と角を結びます。はい、できた。そしたら、この上を結びます。上をちょこんって下まで行かずに上の方だけで結びます。はい、完成。早っ。かわいい。こんな感じ。多分もっとでかい風呂敷だとこうやって肩にかけれるんだと思うけど、これはさすがにちょっとちっちゃいから出ないけど。ショルダーバッグってそういうことか。こういうことじゃない？待って、できたんだけど。かわいい。できた。はい、できました、ショルダーバッグ。爪、一緒やん。はい、ということで皆さん、最後は、ボトル包みをしていきたいと思います。3個目。このボトルを持ってきてください、皆さん。何でもいいです。そしたら、このスカーフのど真ん中にボトルを置きます。はい、そしたら、最初に左右の角を持って上で結びます。この時結構きつめに結んだ方がいいです。きつめにギュッと。上で結びます。2回です。そしたらこれを後ろに1回持ってきます。前に持ってきます。はい、そしたら前で2回結びます。
ちょっと整えたら完成でした。はい、完成です。できた。かわいい。完成です。はい、こんな感じです。これボトル包みです。OK! 終わったかな。Alright guys! That's all for today! どうでしたでしょうか。今日のスカーフで作るエコバッグ結構、そんなんできるんだって思った方もいるかなと思います。そう、私もその一人だったので、もしよかったら、バッグの中に一つでも風呂敷とかスカーフとか入れとけばすぐにエコバッグが作れるので、もしよかったら実践してみてほしいです。Alright guys, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this video and I hope I'll see you in my next video. Bye!